こんにちは。今回は2023年の成果をひとまとめにしました。振り返ると、ただひたすらに作業を続けた1年だったと思います。なぜあれだけ熱中できたのか不思議です。基礎工事もセルフビルドでやろうと意気込んでいましたが、ここで問題が発生しました。ここの区域は長野県の条例により建築確認申請が必要な区域とされており、当然そんなことを知らず進めていましたので、頭が真っ白になってしまいました。基礎工事や設計事務所など、この区域でやっていただける業者も知りませんでしたし、一時期は断念しようかとも思いましたが、ここまで整地などで頑張ってきたことが脳裏から離れず、とにかく手当たり次第に当たってみることにしました。結果、設計事務所をウェブで検索し、セルフビルドでも確認申請をやっていただけるところが見つかりました。また、基礎工事も近くの建設会社が引き受けてくれることになり、この問題を解決することができました。ただ、基礎工事の完成が9月になる予定で、雪が降るまでに屋根を完成させるとなると、たった3ヶ月しかありません。本当に間に合うのか、天気によっては間に合わないかも。いろんなことを考えると不安だらけでした。気持ちが大事なので自分たちだけで地鎮祭をしました。工事の安全とログハウスが無事に完成することを祈りました。8月に入ってようやくやり方が始まり、仮設水道と仮設電気が整いましたが、掘削はお盆明けになるようで、スケジュール的にさらに厳しくなり、間に合うか不安の日々を過ごしました。9月初旬、ベースの打設が行われました。キットハウス到着まで2週間を切っています。この後、立ち上がり部分の型枠の組み立てと打設があるので、雨が続くと多分アウトだろうなと、ほぼ諦めかけていました。9月中頃、今日はキットハウスの到着の日です。でも、ご覧の通り、埋め戻しの最中で、これをギリ、間に合ったと言うべきか、悩むところですね。キットハウスは、7トンユニック車1台と、ウイング車1台で運ばれてきました。材料の多さにびっくりしています。まだ、基礎工事が全て終わっていないので、基礎工事業者さんの土場に一旦置くこととなりました。ここから必要な材料をユニックで運ぶ予定です。荷下ろしが終わったらすぐに使い石を置くための準備に取り掛かります。先ほど埋め戻したばかりなので土は締まっていませんし、根っこなども入っています。使い石を設置するため、土間は水平で綺麗な状態にしました。土台を止めるアンカーボルトは、垂直を見ながら、1本ずつハンマーで叩いて、修正しました。これ、意外と、大事なんです。曲がってると、土台の穴に、アンカーボルトが干渉したりしますから手を抜けません。水糸を張って、使い石の位置を出しました。また、浴室の部分は、コンクリートで土間打ちをするため、メッシュ筋を使いました。ラッカーでマーキングしてから、使い石を埋める穴を掘っていきます。
使い石の周囲に断熱材を入れるため、少し大きめにしてあります。まるで遺跡調査の後みたいな感じになりました。次に、使い石を配り、採石を入れて高さを調整します。この高さは、水糸から 350mm、使い石の出が 100mm なので、床下は 450mm 確保しました。使い石を所定の位置に置いて、砂などを入れながら高さを調整し、水平を出して並べていきます。並べ終わったら、使い石を固定するためコンクリートを練って、周りに入れます。コンクリートは、混ぜ太郎という電動ミキサーを使って作りました。この電動ミキサーで、1回あたり70リットルのコンクリートができます。1回作るのにかかる時間は、約10分くらいでした。浴室の土間を打つのに、コンクリートを300リットルくらい入れました。電動ミキサーで約5回分です。建築や土木などの工事費は昨今の物価高騰の煽りを受けて 1.3 倍ほど高くなってます。もともとは基礎工事の見積もりに土間の防湿コンクリートが入っていましたが、費用を抑えるために自分で使い石を並べる方法に変えました。この地域は寒冷地で凍結によって土が持ち上がるため、基礎は地上から80センチメートルまで埋められています。使い石をそこまで埋めることはできませんので、代わりの対策としてスタイロを周囲に設置しました。これにより少なからず土の持ち上がりを防ぐ効果があります。この辺の土は火山灰で水を含むと真っ黒なネチネチとした泥になります。砂を土間に入れて靴につかないよう対策しました。基礎周りも今後の作業がしやすいように全て採石で敷きならしをしました。これも見積もりに入っていましたが、自分でやることで費用を抑えています。これでようやく基礎工事が終了です。予定より3日遅れとなりましたが、天候には恵まれました。採石は6竜兵衛を用意しましたので、残った採石は新乳炉などの整地に使っています。次の日、いよいよ土台の取り付けにかかりました。まず、基礎が正しく直角が出ているか、測定してから墨出しを行いました。土台はまず、外側の4点を取り付けて、対角線の寸法が合っているか確認します。また、基礎天板に少なからず、高低差があるため、土台の水平は、基礎パッキンにスペーサーを入れて調整しました。これは、図面の間違いで、必要のないアンカーがあったため、サンダーで切断しています。アンカーボルトの穴は現場でドリルを使って開けますが、この墨出しの方法はプロの大工さんに教えていただきました。柄は鋼製柄を使用します。簡単に長さが調整できるのがいいですね。浴室だけは秘密パッキンを使用しました。保温するため浴室の基礎部分にはスタイロフォームを敷き詰める予定です。土台が完成しました。土台なんて簡単にできる、思っていましたが、やってみると大違いです。非常に技術がいる作業でした。柱を立てます。図面に書かれた記号と番号を元に並べていきます。最初は、この記号と番号が頭に入らず、作業に時間がかかりました。柱に貼ってあったシールが間違えて貼ってあったため、図面通りにいかず混乱しました。こういう間違いは、現場が一番困ります。
柱に桁、針と順番に乗せていきます。柱から出ている丸いホゾの先端部分をヤスリ掛けしておくと、ホゾ穴に入りやすいです。まだ脚立で届く高さなので足場は組んでいません。ただ、柱が不安定なので、ホゾ穴に入れるのに苦労しました。木槌で叩く音が森に響き渡り、本当に気持ちいいです。針は、桁よりも少し長くて手間取りました。一人ではとてもできない作業です。桁と針は上下に二重に積み重ねてボルトで接続していきます。下より上の方が安定している分、作業ははかどります。柱に桁と針が乗るだけで随分と家らしくなってきました。基礎工事の引き渡しから約10日間でここまでできました。次は屋根組みですが、高さがあるため足場が必要になります。屋根組みにかかる前にまず仮筋貝を入れて補強をします。柱に振り下げを取り付けて垂直に立ってるか確認してから全部で8箇所に仮筋貝をつけました。これで安定して屋根組みにかかれます。足場は単管で組み立てました。まずは地面に打ち込んでベースとなる柱を立てていきます。足場板は幅が狭いので構造用合板を使いました。なので1メートルの単管を使い幅広の足場ができました。足場の完成です。一番上に登ってみると結構な高度感を感じます。でもそれほど揺れることもなく安心感がありました。いよいよ本番の屋根組みです。今日は1日ユニックを借りてもやや胸毛を上げていきます。移動式クレーンと玉掛けの資格を取ってはいますが、実戦で使用するのは初めてです。まずは、もやを1本ずつ上げてから移動させて組み上げます。もやともやに針をかける前に、柱を立てて壁パネルを完成させます。壁パネルを入れる前にコーキングをしないとダメですが、ついつい忘れてしまいます。壁パネルには、外側と内側があるのですが、取説には書いてないので注意が必要です。
もやと胸木は最初から2本連結されているので非常に重いです。本当はクレーンで吊って組み立てたいところですが、ユニックではアームが届きませんでした。胸木ともやと梁に上り梁を取り付けていきます。この上り梁の取り付けは吹き抜け構造になっているため、足場の確保が難しく、危うく上り梁を落としそうになったりと、かなり危険でした。下誰もいてないから落としてもいいけど。かなり困難な屋根組みでしたが、なんとか無事に組み立てることができました。一つ大きな山を越えた感じです。柱と柱の間に壁ログを入れて壁を作ります。このキットハウスの一番の特徴である中空木材が使われています。壁ログは柱に切ってある溝に滑らせて入れていきます。固定は両サイドに木のくさびを打ちます。作業は単純ですが、コツコツと積み重ねていくのが楽しいですね。壁ログは中が中空になってるので非常に軽いです。また、電気配線を仕込むこともできます。ようやく木々の葉が色づき始めました。という馬の紅葉の時期が終わると雪が降り始めます。ログ壁が完成し、壁パネルをすべて付け終えました。次は屋根に取り掛かります。冬が来るまでに野地板を張り、雨じまいをなんとか終えたいです。野地板は天井板と一体となっていて、間には断熱材が入っています。厚みが50ミリくらいあるので1枚が結構な重さです。ロープとハーネスを使って安全確保をしました。動きの自由度があるので作業性は良かったです。午前中に片面を張り終えましたが、明日は雨みたいなので、今日中には全て終えたいです。日没間近まで作業して、なんとかアスファルトルーフィングを張り終えることができました。これで雨に濡れる心配がないですね。案の定、翌日は雨となりましたが、点検の結果、雨漏りもなく屋根は成功です。構造計算上、耐力壁を取り付けます。耐力壁は構造用合板でできており、角など8箇所がその対象です。
11月の3連休を利用して屋根材を取り付けます。材質はガルバニウムです。軽くて丈夫で雪も滑り落ちやすいのが特徴です。製品名は極ルーフです。施工がやりやすそうだったのでこれに決めました。屋根は難しいのでプロのようにはいきません。やはりかなり技術と経験が必要です。1日でここまでできましたが、3日で完成させるのは厳しいかもしれません。3日目です。あと少しとトップを取り付けたら完成です。屋根がついに出来上がりました。うまくいかず不満な部分もありますが、雨漏りさえしなければ良しとします。これで雪が降っても大丈夫です。いよいよ外装の仕上げにかかります。窓枠と窓を取り付けます。窓はすべて木製でペアガラス仕様になっています。この掃き出し窓は大きくて重く、レールにはめるだけでも大変です。窓がすべて入りました。窓が入るだけで家の風格が出ますね。この無垢のまま冬を越すのは嫌なので、なんとか塗装をして冬を越したいと考えてます。ドアの取り付けに来ましたが、とうとう雪が降ってしまいました。暖冬と聞いていたので、もう少し後かと思ってましたが、10センチくらい積もりました。天気はいいので作業はできました。天気次第ですが、来週、塗装を強行しようと思ってます。塗装に来ました。塗料は、キラシデコールのシルバーグレーです。現在の気温は、摂氏5度。もう少し気温が上がってほしいところです。2日間かけて2回塗りをしました。イメージ通りの色合いで満足しています。今年の作業は一応ここまでにしようと思います。
天気がいいのでもう一度作業に来ました。12月だというのに、気温が12度くらいあって、動いてると暑いくらいです。やはり暖冬の影響で、この冬は雪も少なそうです。2023年、これで本当に作業終了です。一時はどうなるかと思いましたが、なんとか形になりました。詰めて作業を続けていましたので、疲労も蓄積していたのか、気が緩んだのか、この後風邪をひいて、1ヶ月くらい体調を崩しました。今はゆっくり休養して、次の作業に備えたいと思います。ご視聴ありがとうございました。